はい、農園ガレージのりょうです。今回は私の EK スポーツが車検なので、車検点検をしていたら足回りにガタがあったので、それを紹介します。先にどんなガタか見てもらいます。はい、足回りのガタはこれです。結構ガタガタです。ここまでガタガタになるのは珍しいのですが、この状態で運転していても私は全く気づきませんでした。私が鈍感なのかもしれませんが、ごとごと音がするとかもなくて、ハンドル操作も至って普通にできて運転できていました。何回かタイヤも外して動画の撮影とかしていたんですけど、全然気づかなかったですね。今回車検点検で動かしてみて初めて気づきました。車検の点検の時はジャッキアップしてタイヤを外す前にこのタイヤの縦方向の型、そして横方向の型を見るんですが、その時初めて気づきました。もう今にも外れそうなぐらいの型です。車検に限らず車をジャッキアップしたら足回りの点検は毎回した方がいいかなと思いました。ではどこにガタがあるのか裏から撮影してみます。はい、ではタイヤを動かしてみます。はい、こんな感じです。はい、ガタがあったのはタイロットエンドのボールジョイントですね。ここの部分ですね。自分の車なんですけど、ここまでひどい方は初めて見ました。なんか外れる寸前って感じですね。最悪はこのボールジョイントの方からこのボコンって外れてしまうので、外れると大事故にもなりかねないので、今回気づいてよかったです。走行距離が多い車は特に注意ですね。取り外してブーツもめくってみます。はい、これからタイロットエンドを外していきます。注意点は、塔が狂わないように外さなければいけません。それなので、まず先に、基準となる位置にマークをつけます。ここを基準にすると、タイロットエンドとロッドの方に基準となる印をつけます。次に私はマスキングテープでこのタイロットエンドをロックしているロックナットの端にマスキングテープをつけます。はい、こんな感じです。はい、続いてこのロックナットを外していきます。ちょっと緩めるぐらいでいいです。続いて、このボールジョイントのナックルが取り付いている部分を外します。
はい、緩めたらボールジョイントをこういったプーラーを使って外します。裏技的なやり方でハンマーで叩いて外すやり方もありますが、叩くと車も傷つきますし、私はあまり好きなやり方ではありません。できればこういったプーラーを使って外した方がいいです。はい、ボールジョイントプーラーを使った私のやり方を解説します。こういったボールジョイントプーラーを使うのですが、使う前に、こちら外したところに、ついてたナットとは違う別なナットを取り付けてください。今回は、このタイロットエンドは交換するので、ついてたナットを使いますが、もし再使用する場合は、違うナットを使ってください。そして締め込んだら、ナットとボルトの頭が同じぐらい、つらい位置になるぐらいに締め込みます。こうすることによって、ボルトのネジ山、ナットのネジ山を潰さなくて済みます。はい。ナットを取り付けることができたら、プーラーを差し込んで、よし。はい。こういった感じですね。そして、プーラーを締め込んでいけばタイロットエンドが外れます。ここで注意したいのが、あまりこの工具に頼って力いっぱい締め付けない方がいいです。なんか昔動画でインパクトを使ってこちらを、はい、今外れましたが、インパクトを使ってこちらを無理やり締め上げて外そうとしてましたが、私はある程度締め付けたら、もう今回外れちゃいましたけど、ある程度、締め付けたらハンマーでこちら工具の方を、下からこうやって叩きます。そうすれば工具、こちら工具にあまり、テンションをかけていなくても、ここから叩く力によって、外すことが可能ですので、私はそのようにしています。はい、今回、工具締め付けるだけで外れてしまいました。はい、外れたらナットを外します。はい、取り外せました。はい、続いてタイロットエンドを取り外していきます。タイロットエンドは回すだけで外れます。たまに硬くてロッドも回る時がある時はこのようにロッドにスパナをかけて取り外します。今回はそのまま外れます。はい、取り外せました。ちょっとブーツを外して中がどうなっているか、確認してみたいと思います。はい、ではちょっと取り外したタイロットエンドのブーツを外していきたいと思います。もう手で動くぐらい型がありますね。はい、ちょっと外していきます。これはバンドとかで
止めてあるグッズではなくて、なんか圧入されてる感じですね。ちょっと叩いて外してみます。はい、外れました。本来、ボールジョイントが破れて水が入ったりすると中が錆びてガタになるのですが、今回はボールジョイントのブーツは破れてはいないのですが、錆びた状態になっていますね。どっからか水が入って錆びてガタになったと思われます。そうですね、結構ガタガタですね。これがひどくなると、このガタがひどくなると、このボールジョイントがガポンと外れてしまうので、そうなると本当大事故につながる可能性もあるので、それなのでこのボールジョイントのブーツが破れていると、車検に通らない、破れていると水が入って、錆びてガタガタになっちゃうので、この車検の時はこのブーツ類の点検は、結構重要なことになります。はい、外したボールジョイントはこんな感じになっています。はい、では新品のタイロットエンドを取り付けていきます。取り付ける前に、外した古いタイロットエンドと、見比べてください。社外品の場合、寸法が違っていることがあるらしいので、そうなると、せっかく同じ位置に取り付けても塔が狂ってしまうことがあるので、そこは注意してください。はい、今回の部品は同じ寸法のようです。はい、これを取り付けていきます。はい、では取り付けていきます。はい、この位置で止まりました。最初に取り付いていたのはこの位置です。上から下に、このボールジョイントが刺さっていたので、これをそのまま締め込んでいくとタイロットが短くなってトーアウトになるので、できればトーインの方がいいので、私は戻します。はい、この位置で取り付けたいと思います。はい、この位置で取り付けます。はい、ではナットを締め付けて、はい、こちら、ボールジョイントが刺さっているところのナットは規定トルクがあると思うんですが、ちょっとわからないので、私は感覚で締めます。コツとしては、刺さってる部分がテーパ状になっているので、それほど強いトルクでは締め付けません。そして今回、社外品の、こちら取り付けナットは割りピンタイプなので、割りピンが通る穴にナットを持っていきます。
ちょうどいい感じの位置に来ています。はい、ちょうどいい感じの位置に来ていたので、この位置で割りピンを通します。はい。はい。そしたら最後にこちらのロックナットを締め付けます。ロックナットを締め付けるとき、上のロッドも一緒に回ってしまうことがあるので、その時は、スパナで固定してください。はい。はい。はい。こんな感じです。はい。取り付けが完了しました。今回は、若干タイロッドエンドを伸ばしたので、遠い寄りにはなっているかと思います。一応これで車検には挑んでみたいと思います。今回の動画は以上です。車検点検、足回りガタガタ、外れる寸前でした。最後までご視聴ありがとうございました。